K の焦点、あるいは K の溺死。お手紙によりますと、あなたは K 君の溺死について、それが過失だったろうが、自殺だったろうが、自殺ならば、それが何に原因しているのだろう。あるいは、不治の病を儚んで死んだのではなかろうかと、様々に思い悩んでいられるようであります。そして、わずか一月ほどの間に、あの療養地の N 海岸で、偶然にも、K 君と相知ったというような、一面識もない私にお手紙をくださるようになったのだと思います。私はあなたのお手紙で初めて K 君のかの地での溺死を知ったのです。私は大層驚きました。と同時に K 君はとうとう月世界へ行ったと思ったのです。どうして私がそんな奇異なことを思ったか、それを私は今ここでお話ししようと思っています。それはあるいは K 君の死の謎を解く一つの鍵であるかもしれないと思うからです。それはいつ頃だったか、私が N へ行って初めての満月の晩です。私は病気のせいで、その頃夜がどうしても眠れないのでした。その晩も、とうとう寝床を起きてしまいまして、幸い月夜でもあり、旅館を出て、咲く落とした少女の影を踏みながら、砂浜へ出て行きました。引き上げられた漁船や、地引き網を巻くろくろなどが、白い砂に鮮やかな影を落としているほか、浜には何の人影もありませんでした。引き潮で荒い波が月光に砕けながら、堂々と打ち寄せていました。私はタバコをつけながら、漁船の友に腰を下ろして海を眺めていました。夜はもうかなり更けていました。しばらくして私が目を砂浜の方に転じましたとき、私は砂浜に私以外のもう一人の人を発見しました。それが K 君だったのです。しかしその時は K 君という人を私はまだ知りませんでした。その晩、それから初めて私たちは互いに名乗り合ったのですから。私は折々その人影を見返りました。そのうちに私はだんだん奇異の念を起こしてゆきました。というのは、その人影、K 君は私と3、40歩も隔たっていたでしょうか。海を見るというのでもなく、全く私に背を向けて砂浜を前に進んだり、後ろに退いたり、と思うと立ち止まったり、そんなことばかりしていたのです。私はその人が何か落とし物でも探しているのだろうかと思いました。首は砂の上を見つめているらしく、前に傾いていたのですから。しかしそれにしてはかがむこともしない。足で砂を分けて見ることもしない。満月で随分明るいのですけれど、火をつけてみる様子もない。私は海を見ては合間合間にその人影に注意しだしました。奇異の念はますます募ってゆきました。そしてついにはその人影が一度もこちらを見返らず、全く私に背を向けて動作しているのを幸い、じっとそれを見続け始めました。不思議な旋律が私を通り抜けました。
その人影の何か惹かれているような様子が私に感じたのです。私は海の方に向き直って口笛を吹き始めました。それが初めは無意識にだったのですが、あるいは人影に何かの効果を及ぼすかもしれないと思うようになり、それは意識的になりました。私ははじめシューベルトの海辺にてを吹きました。ご存知でしょうが、それはハイネの詩に作曲したもので、私の好きな歌の一つなのです。それから、やはりハイネの詩のドッペルゲンゲル。これは二重人格というのでしょうか。これも私の好きな歌なのでした。口笛を吹きながら私の心は落ち着いていきました。やはり落とし物だと思いました。そう思うよりほか、そのキーな人影の動作をどう想像することができましょう。そして私は思いました。あの人はタバコを飲まないからマッチがないのだ。それは私が持っている。とにかく何か非常に大切なものを落としたのだろう。私はマッチを手に持ちました。そしてその人影の方へ歩き始めました。その人影に私の口笛は何の効果もなかったのです。相変わらず進んだり退いたり立ち止まったりの動作を続けているのです。近寄ってゆく私の足音にも気がつかないようでした。ふと私はビクッとしました。あの人は影を踏んでいる。もし落とし物なら影を背にしてこちらを向いて探すはずだ。天心をややに外れた月が私の歩いてゆく砂の上にも一尺ほどの影を作っていました。私はきっと何かだとは思いましたが、やはり人影の方へ歩いて行きました。そして二三軒手前で思い切って、何か落とし物をなさったのですかとかなり大きい声で呼びかけてみました。手のマッチを示すようにして、落とし物でしたらマッチがありますよ。次にはそういうつもりだったのです。しかし落とし物ではなさそうだと悟った以上、この言葉はその人影に話しかける私の手段に過ぎませんでした。最初の言葉でその人は私の方を振り向きました。のっぺらぼう。そんなことを知らず知らずの間に思っていましたので、それは私にとって非常に恐ろしい瞬間でした。月光がその人の高い鼻を滑りました。私はその人の深い瞳を見ました。と、その顔は何か決まり悪げな形に変わってゆきました。何でもないんです。澄んだ声でした。そして微笑がその口のあたりに漂いました。私と K 君とが口を聞いたのは、こんな風なキーな事件がその始まりでした。そして私たちはその夜から親しい間柄になったのです。しばらくして私たちは再び私の腰掛けていた漁船の友へ帰りました。そして、本当に一体何をしていたんですというようなことから、K 君はぼつぼつそのことを解き明かしてくれました。でも、初めの間は
何か躊躇していたようですけれど、K 君は自分の影を見ていたと申しました。そしてそれはアヘンのごときものだと申しました。あなたにもそれが突飛でありましょうように、それは私にも実に突飛でした。夜光虫が美しく光る海を前にして、K 君はその不思議な言われをぼちぼち話してくれました。影ほど不思議なものはないと K 君は言いました。君もやってみれば必ず経験するだろう。影をじーっと見つめておると、その中にだんだん生物の層が現れてくる。他でもない自分自身の姿なのだが、それは伝統の光線のようなものではダメだ。月の光が一番いい。なぜということは言わないが、というわけは自分は自分の経験でそう信じるようになったので、あるいは私自身にしかそうであるのに過ぎないかもしれない。またそれが客観的に最上であるにしたところで、どんな根拠でそうなのか、それは非常に深遠なことと思います。どうして人間の頭でそんなことがわかるものですか。これが K 君の口調でしたね。何よりも K 君は自分の感じに頼り、その感じの寄ってきたるところを説明のできない神秘の中に置いていました。ところで、月光による自分の影を見つめていると、その中に生物の気配が現れてくる。それは月光が平行光線であるため、砂に映った影が自分の形と等しいということがあるが、しかしそんなことは分かりきった話だ。その影も短いのがいい。一尺二尺くらいのがいいと思う。そして静止している方が精神が統一されていいが、影は少し揺れ動く方がいいのだ。自分が行ったり戻ったり立ち止まったりしていたのはそのためだ。雑穀屋が小豆のくずを盆の上で探すように影を言ってごらんなさい。そしてそれをじーっと見つめていると、そのうちに自分の姿がだんだん見えてくるのです。そうです。それは気配の域を超えて見えるものの領分へ入ってくるのです。こう K 君は申しました。そして、先刻あなたはシューベルトのドッペルゲンゲルを口笛で吹いてはいなかったですか。ええ、吹いていましたよ。と私は答えました。やはり聞こえてはいたのだと私は思いました。影とドッペルゲンゲル。私はこの二つに月夜になれば疲れるんですよ。この世のものではないというような、そんなものを見た時の感じ。その感じに馴染んでいると、現実の世界が全く身に合わなく思われてくるのです。だから昼間はアヘン喫煙者のように倦怠です。と、K 君は言いました。自分の姿が見えてくる。不思議はそればかりではない。だんだん姿が現れてくるに従って、影の自分は彼自身の人格を持ち始め、それにつれてこちらの自分はだんだん気持ちが遥かになって、ある瞬間から月へ向かって
スースーっと登ってゆく。それは気持ちで何者とも言えませんが、まあ魂とでも言うのでしょう。それが月から差し下ろしてくる光線を遡って、それは何とも言えぬ気持ちで昇天してゆくのです。K 君はここを話すとき、その瞳はじっと私の瞳に見入り、非常に緊張した様子でした。そしてそこで何かを思いついたように、微笑でもってその緊張を緩めました。白野が月へ行く方法を並べ立てるところがありますね。これはその今一つの方法ですよ。でも、ジュール・ラフォルグの詩にあるように、哀れなるかな、イカルスが幾人も来ては落っこちる。私も何遍やっても落っこちるんですよ。そう言って、K 君は笑いました。そのキーな初対面の夜から、私たちは毎日訪ね合ったり、一緒に散歩したりするようになりました。月が欠けるに従って、K 君もあんな夜更けに海へ出ることはなくなりました。ある朝、私は日の出を見に海辺に立っていたことがありました。その時、K 君も早起きしたのか、同じくやってきました。そして、ちょうど太陽の光の反射の中へ漕ぎ入った船を見たとき、あの逆光線の船は完全に影絵じゃありませんかと突然私に反問しました。K 君の心ではその船の実体が逆に影絵のように見えるのが影が実体に見えることの逆説的な証明になると思ったのでしょう。熱心ですね。と私が言ったら、K 君は笑っていました。K 君はまた、朝海の真っ向から昇る太陽の光で作ったのだという等身のシルエットを幾枚か持っていました。そして、こんなことを話しました。私が高等学校の寄宿舎にいたとき、よその部屋でしたが、一人美少年がいましてね。それが机に向かっている姿を誰が描いたのか、部屋の壁へ電灯で写したシルエットですね。その上を墨でなすって書いてあるのです。それがとてもビビッドでしてね。私はよくその部屋へ行ったものです。そんなことまで話す K 君でした。聞き正しては見なかったのですが、あるいはそれが始まりかもしれませんね。私があなたのお手紙で K 君の歴史を読んだとき、最も先に私の心象に浮かんだのは、あの最初の夜のキーな K 君の後ろ姿でした。そして私はすぐ、K 君は月へ登ってしまったのだ、と感じました。そして、K 君の死体が浜辺に打ち上げられてあった。その前日は、間違いもなく満月ではありませんか。私はただいま本暦を開いてそれを確かめたのです。私が K 君と一緒にいました一月ほどの間、その他にこれといって自殺される原因になるようなものを私は感じませんでした。
でも、その一月ほどの間に、私がやや健康を取り戻し、こちらへ帰る決心ができるようになったのに反し、K 君の病気は徐々に進んでいたように思われます。K 君の瞳はだんだん深く澄んできて、頬はだんだんこけ、あの高い花柱が目に立って固く秀でて参ったように覚えています。K 君は、影はアヘンのごときものだ、と言っていました。もし私の直感が正国を射抜いていましたら、影が K 君を奪ったのです。しかし私は、その直感を固執するのではありません。私自身にとっても、その直感は参考にしか過ぎないのです。本当の死因、それは私にとっても五里夢中であります。しかし私はその直感を土台にして、その不幸な満月の夜のことを仮に組み立ててみようと思います。その夜の月齢は 15.2 であります。月の出が6時30分、11時47分が月の南中する時刻と本暦には記載されています。私は K 君が海へ歩み入ったのはこの時刻の前後ではないかと思うのです。私が初めて K 君の後ろ姿をあの満月の夜に砂浜に見出したのもほぼ南中の時刻だったのですから、そしてもう一歩想像を進めるならば、月が少し西へ傾き始めた頃と思います。もしそうとすれば、K 君のいわゆる一尺ないし二尺の影は、北側といってもやや東に変した方向に落ちるわけで、K 君はその影を追いながら海岸線を斜に海へ歩み入ったことになります。K 君は病とともに精神が鋭く尖り、その夜は影が本当に見えるものになったのだと思われます。肩が現れ、首が現れ、かすかなめまいのごときものを覚えるとともに、気配の中からついに頭が見え始め、そしてある瞬間が過ぎて、K 君の魂は月光の流れに逆らいながら、徐々に月の方へ登って行きます。K 君の体はだんだん意識の支配を失い、無意識な歩みは一歩一歩海へ近づいてゆくのです。影の方の彼はついに一個の人格を持ちました。K 君の魂はなお高く昇天してゆきます。そしてその形骸は影の彼に導かれつつ、機械人形のように海へ歩み入ったのではないでしょうか。ついで干潮時の高い波が K 君を海中へ倒します。もしその時、形骸に感覚が蘇ってくれば、魂はそれと共に元へ帰ったのであります。哀れなるかな、イカルスが幾人も来ては落っこちる。K 君はそれを堕落と呼んでいました。もし今度も堕落であったなら、泳ぎのできるK君です。溺れることはなかったはずです。K君の体は倒れるとともに沖へ運ばれました。感覚はまだ蘇りません。次の波が浜辺へ引きずり上げました。感覚はまだ帰りません。また沖へ引き去られ、また浜辺へ叩きつけられました。しかも
魂は月の方へ昇天してゆくのです。ついに肉体は無感覚で終わりました。干潮は11時56分と記載されています。その時刻の激浪に境外の翻弄を委ねたまま、K 君の魂は月へ飛翔し去ったのであります。